どうも VR のカリスマミオライダー高松です。この動画は360度 VR 動画なので、スマートフォンからお越しの方は YouTube アプリから必ず見てください。で、見たい方向を指でグリグリして自由に見るということで、英語字幕も表示できるようにしたんで、このシリーズはね VR カメラをつけて山手線を自転車で一周して、それを一駅ずつ実況付きで見ていくみたいな感じだね。時計回りでいきます。で、今回ね記念すべき第1回目、渋谷駅から原宿駅まで営業キロで約 1.2 キロで、スタート地点はね渋谷センター街の横のとこだね。いろんな建物あるから見てってねこれ。はい、ということでオープニングどうぞ。さあ第一発目、原宿まで行くよ、渋谷から。はい、後ろには渋谷の109と道玄坂、左にはセンター街、右の方にはねみんなの集合場所にもなってる渋谷のシンボルハチ公像で、下にはね Twitter の QR コードも1分間貼っとくんで登録お願いします。で、後ろに喫煙所ってあるでしょ。あれよく YouTuber がねネタにしてるのよ。はい、一応覚えといて。で、遠くの方にはね光栄や渋谷スクランブルスクエアが見える。で JR 線をこうくぐって、山手線とか埼京線が走ってるとこね。で、このね渋谷スクランブルスクエアってね、約229メートル、渋谷では一番でかいんじゃないかな。で、屋上にはね展望台もあって、料金表はこんな感じ。ウェブチケットね、予約で大人で1800円とか、子供だともっと安かったりするね。でも屋上ね自撮り棒とかダメみたい。やっぱり自撮り棒を持ち込みさせてほしいよね、どうせ撮るなら。で、奥の方には宮益坂っていうね、これも有名なポイントだね。渋谷めちゃくちゃ見どころあるよ。いろいろありすぎてもう字幕だらけだよ。ちなみに高層ビルの高さでいうと、池袋のサンシャインと代々木のドコモタワーが約239メートルらしい。渋谷スクランブルスクエアよりもうちょい高いんだね。で、これがね有名な明治通りってね。明治通りはもう渋谷から池袋とか新宿とかも全部つながってるんで、このね明治通りの地下を地下鉄副都心線がこう沿って走ってるってね。山手線とも沿ってるけどね、地下鉄副都心線も並行して混雑緩和って意味でも作られたんじゃないかな。山手線がすげえ混んじゃうから、地下鉄も一緒にどうすかみたいな感じでね。この近辺は渋谷とか新宿池袋は全部沿って走ってるんで便利っちゃ便利だね。今回の企画は自転車でね回ってるんだけど、この YouTube のためにね俺バイクも購入したんでね。でも様々なところを撮影も済んでるんで、あとは編集って感じだね。編集は大変なんだけどね。でも左の方にね地図、今回の全体図貼ってあります。スタートからゴールね、渋谷から原宿までの道で、今ずっとこの直進明治通りをずっと直進してますんで、参考にしていただければなと。はい、このVR がね今回始まったわけだけど、 VR チャンネルの VR 動画がね、なんで VR を始めたかっていうとね、第1回目のミオライダーとはって動画でも言ってるんだけど、改めて言うとまだ東京に住んでなくて、名古屋とか大阪とか北海道にいて、でも東京ってどんなとこなんだろうってなった時にこの動画を見てもらったりとか、その他昔東京に住んでて、最近の東京こんなになってんだっていうのを見てもらったりとか、あとはなんでしょうね、やっぱ海外の人だよね。海外の人に向けても作ってる。日本にいつか来たいけどまだ行けないけど日本を知りたい、興味があるって人に、この360度動画ですからね、全て見渡せるわけ。スマートフォンから気軽に、そういった意味ではね、全てのものに Twitter も YouTube のやつも全部英語字幕をねちょっとつけてるわけ。ただ俺英語できないんでね、翻訳アプリとかにお世話になったりしてるんだけど、だからもし海外のね知り合いの方がいたらぜひ拡散していただきたいんだよね。もうみんなに広めてもらいたい。その他は別に東京の地元の人が見てもいいしっていう感じで言うと、全地球人対象チャンネルって感じかな。これは地球にいる77億人に向けて作ってるわけよ、このチャンネルは。このチャンネルのゴールは77億人登録。もう77億人登録できたらもういいかなっていう感じ。もうヒカキンが霞んで見えるレベルだからね、それもあとね VR をやってる人があんまいないっていう感じ。見たことないよ VR で有名って。例えば日本で YouTuber で有名だったらヒカキンとかはじめ社長だけど、
VR では誰って感じだから、俺が VR 広めてやろうかなと。なのでキャッチフレーズは VR のカリスマ。ちょっとありきたりなキャッチフレーズだけどさ、まあ夢としてはね、 VR 動画なのに YouTube の急上昇にランクインする。これ VR で入った人いないんじゃないの。まあまだ VR っていう時代でもないのかな、どうなんだろうね。まあそういった意味ではテスト的な感じで始めてるよ。まあ、他の動画、他の YouTuber と差別化もされたいんで、そういった意味ではね、これから楽しみかな。まあね、仕事として YouTube ドリームに乗っかりたいんでね、まあいいもん作っていきますよ、そりゃ。はい。で、今回のね、この山手線企画は風景重視なんだけど、まあ、その他の VR 動画も頭の中ではいろいろできてるんでね、企画とか。まあ、VR のカリスマって言ってるぐらいなんでね、様々な VR 動画で VR を広めていきたいなっていう思いがあります。今回ね、公道を走ってるわけなんで、そんなガチガチじゃなくてはいいと思うんだけど、まあ、一応配慮としてね、配慮として、マスクしてない人で近く通り過ぎちゃったなって思った時は一応モザイク処理してます。決してね、街中にうじゃうじゃ犯罪者がいるわけではないんでね、もっとやばい街いっぱいありますから。今ね、地下鉄明治神宮前駅を通過してね、で間もなくここの交差点結構有名だよ。原宿来る人はみんな知ってるんじゃない。結構ね、交通量も多いし、ラフォーレ原宿とかもあったりするんでね。あとね、今歩道を通ってる時は自転車降りて押して歩いてます。自転車ってね、ルール的に言うとね、軽車両に当たるみたいなんだよね。なので車と一緒だよね、ある意味で。こういう歩道の時は押して降りて押して歩けば大丈夫です。歩行者と一緒ってことだね。で車道に出た時は押して歩いちゃダメだよ。車と一緒にちゃんと漕がないといけないんで。自転車のルールも結構ね、なーなーなのよ。この自転車企画始めるにあたって一応警察官交番行って警察の人に聞いたんだけど、ルールたくさん車線があって危ない時とかは歩道を走ってもいいみたいだったりするんで、なんかね、ちっちゃい頃はもう自転車みんな歩道走り危ないからって教わったんだけどね、自転車は車両みたいで軽車両っていうことで。あと話変わるんだけど、画質について思ったことがあって、Android の方の機能にはなかったんだけど iPhone の方の機能にはね、めちゃめちゃ綺麗に見れる画質設定 2160p っていうのがあって、これで見るとめちゃめちゃ綺麗に見えるのよ。でもさ、契約してる SIM 会社のね、ところとかにもよったり、 Wi-Fi の通信環境とかにもよったり、あと機種のスペックとかにもよるんだけど、ちょっとカクついて止まっちゃったりするのよ、あまり最高画質で見ようとすると。普通はだいたい 1080p ぐらいで見てもらえばいいんだけど、でも VR って結構重いもんで、データが。でもね、 5G とかの時代が来るんで、そういった意味では時代を先取っての投稿なんだよね。いつかみんながね、綺麗な画質でこの動画を見てもらえるように俺は信じてるよ。信じてちょっと投稿頑張る。今は最高画質でなかなか見てもらえないかもしれないけどね。ここ有名な原宿の竹下通りってとこね。この竹下通りのね、出入り口のところにはね、昔からその芸能人のスカウトとかがたくさんいるんだよね。最近は分かんない、いるかどうか分かんないけど、もう有名なスポットだよ。でめっちゃ若いでしょ、客層が。で未来の芸能人をあそこでスカウトするわけよ、芸能事務所の方々ってね。悪いやつもいるかもだけどね。こんな感じでね、様々な店がある有名な竹下通りなんだけど、いかんせんこれウイルス騒動でめちゃめちゃ人が少ないんだよね。これ撮影したのがね、非常事態宣言明けの6月の最初の方だね。よっしゃ、非常事態宣言明けた、取りに行くぞっつってね、言ったんだけど、この山手線一周企画は2日に分けて撮ってる。1日目めちゃめちゃ天気が良かったね。1日目は渋谷駅から日暮里駅まで行ったね。で2日目が日暮里駅からまた渋谷駅まで戻ってきたと。そんな中ね、東京タワーの周りを撮ったりとかもいろいろやったんだけどね。原宿といえばね、一つ気をつけなきゃいけないのがね、黒人の方々がやってる店でぼったくり、押し売りみたいのがね、めちゃめちゃ有名で、その田舎から来た学生たちを無理やり、はい、兄貴久しぶりっつって、友達みたいに言って店に連れ込んで、何も買わないと出さないぞみたいな、その圧力をかけるという。しかも偽ブランドだったりするから、中には正規店もあると思うけど、結構原宿の黒人のぼったくりって昔からあって、なかなか消えないんだよね。なんでだろうと思って、お偉いさんとなんかつながってんのかなってぐらい
もう被害に遭ってる方続々いて、YouTuber もねその闇をね結構暴いたりしてるんだよね。半年前ぐらいから結構上がってるよね、そういう原宿の黒人ぼったくりの店みたいな。浄化されればいいんだけど、いかんせん若い学生たちがいっぱい来るからさ、あんま被害に遭ってほしくないっていうね。せっかく原宿に来ていい思い出で帰ってほしいじゃんね。このもうすぐねこの道を抜けると原宿駅の竹下口って方だね。原宿駅の改札にしてもね、原宿行くとクレープ食べたいね。原宿といえばクレープみたいなとこもあったんで、今山手線が通ってるでしょ。で僕ねツイッターの他にもねインスタもやってますんで、最後の方に貼っとくんで QR コード、あと概要欄にも貼っとくんでぜひお願いします。登録してね。でこの吉野家ね、よく行ったよ原宿来た時。吉野家好きだからな俺はい、原宿駅です。原宿駅で左の方が渋谷駅方面だね。今日出発地点の、渋谷、右の方が新宿とかある。これ今埼京線かな。左の方渋谷駅方面に向かってます。でゴール地点の地図も貼ってあります。次回はねこの原宿駅から代々木駅までを一駅ずつやっていくんで、ということでまた次回。ネクストタイム原宿から代々木。